皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月、11月、12月と3ヶ月をまとめて星の解説させていただきます。もう残り3ヶ月しかないということで有意義に過ごせるように星を解説するんですが、タロットと違って星の動きっていうのは私たちの意識で変えられない部分なので、運勢天気予報として活かしていただければ嬉しいです。そして最後にはタロットでも3ヶ月分まとめて気をつけることを見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。ではここから水亀座さんの3ヶ月をお伝えします。まず10月は意識高く今後の可能性を探っていける1ヶ月になりそうです。この意識高く可能性を探っていけるというのは、このちょっと10月っていうのは一番大きなエネルギーとして10月15日に日食、金環日食があるんですが、この金環日食っていうのは次の日食までのテーマが示されていると言われていて、来年2024年の4月に日食があるんですね。ですからこの10月から4月までのテーマとして水亀座さんは自分の可能性を信じていくとか、意識高く開けてくる、これからの生活人生を開けてくる、その力が自分にあるっていうことを見ていけるような精神性を鍛えられる半年になりそうなんですね。なのでその始まりである10月っていうのは比較的ね安定して希望を持って過ごせるんじゃないかと思います。というのは、今年全体のね流れとして今年の後半っていうのは自分の居場所を決めますよとか整えますよみたいな落ち着かせていく土台を作っていくっていう流れが一番適してるんですけれども、ですので引っ越しをしたりとか例えば転職したりとかしながらどの地域に、根を生やしていくかっていうねことをやってこられた方も多いと思うんです。その上でまだまだ来年っていうのは特に1月の末ぐらいからまた水亀座さんをね奮起させていくようなエネルギーが来るわけですね。生き方を変えるぞとか本当に自分らしく生きるぞっていう流れが来る時にどのような精神でどのようなマインドで自分を見て現実を見てこの人生を信じてやっていくかっていうことが鍛えられていくわけですけれど、それをこの10月にちらっと感じるんじゃないかと思ったんです。でもちろん意識していただきたいのは、よくね思考は現実化するって言いますけれども、本当に自分が思ってる通りに人生は展開していくっていうのがあるので、どのような意識で自分を見ますか、どのような意識でこの今の生活や自分の人生を捉えますかっていった時に、ぜひ高い意識で可能性を信じるっていう意識で過ごしてみてほしいんですね。なのでもし今は全然まだ自信がないですとか可能性見えないですっていう方は、可能性を探す1ヶ月にしてほしいんです。情報はある、どこかにある、それを見つけていくみたいな、そんな1ヶ月にしてほしいなと思いました。一つヒントとしては、やはりこれまで自分がやってきたこと、経験を積んできたこと、もう誰よりも感じてきたこととか、それがいわゆる自分の特技なわけですから、自分の得意な本当に資質なわけですから、それを自分の糧として磨いていく、もっとその経験を肥やしていくとか、この経験をもっと専門知識にしていくとか、もしくはそれに似合ったもう少しもう一歩先の専門知識を取りに行くっていうような形で、何が自分に一番しっくりくる自分の特別な才能なのかっていうことを意識されるのもいいと思います。それを探していくっていうことですね。もしくはもともとあるんだけどそれをもっと磨いていくっていうのがいい時です。そして10月の12日以降は仕事を頑張るぞとか社会を切り開いていくぞっていうね、挑んでいく力っていうのが社会性のところに入ってきますので、言われたら言われっぱなしではなく頑張るみたいな、もし何か怒られたとしてもじゃあそれに対して負けないように頑張るみたいに、すごくいい意味で力強い形になってくると思うんです。そして10月24日からはさらにね社会運が開けてくる、自分が過ごしやすくなる、自分のいる社会が明るくなるっていう形だと思います。でさらに10月29日が部分月食なんですが、月食っていうのはこの満月のさらに強いエネルギーで引っ張られている時ということなので、それが特に水亀さんにとってはこれから生きていく社会と家庭とかそういうところで起きますので、今年のねテーマである自分がどこに根を生やすのか、どのように生きるのか、自分が選ぶ環境は何なのかっていうところが一番際立つ気がするんですね。でおそらく今年いろんな経験を踏まえた上で、やっぱり私はこう生きたい、こんな世界がいいっていうことを
一番感じる時だと思うので、何か感情的にいろんな感情が上がってきたら、そこに答えがあると思ってください。でもし不安になったりとかイライラしたりとか、そういった感情に溺れそうになったとしても、その感情の奥に自分の本音がある、気質があると思って、ヒントをそこから得てくださいね。でここで感じたことを持ってまたね、展開していくわけです、これからの2ヶ月が。なのでもしですけど、お仕事探してますよという方は、もう本当に10月29日以降、なんなら10月24日以降っていうのはプラスです。働きやすくなる、探しやすくなると思います。そして11月っていうのはお仕事を頑張れる時です。ズバリ社会運があります。これは先ほど言った10月の末からもう始まっている社会運のが11月はね、ずっと盛り上がってるんですけども、特にその火星というね、バイタリティ、チャレンジしていく力、戦っていく力みたいなものが自分の社会性のところにありますので、この私で生きていくみたいな感じで、今ある環境の中でできることを精一杯やってみせるみたいなね、力強い感じになると思います。もし転職したいという方は、もちろん転職にもいい時なんですが、すでにおそらく今年の中でもう移動があったんじゃないかと思うので、その中で移動した環境の中で自分の力を発揮する、もう発揮せざるしてされないぐらいの感じの、もうここで出さなきゃいつ出すっていうぐらい力を発揮してください。でこの頑張りや功績っていうのがまた来年にもつながってきます。そして11月の中で強いエネルギーの時は11月13日、これはさそり座で起こる新月なんですが、やはり自分が本当に仕事に対してとか、こんな環境で生きたいっていうことを強く意図していただくと、そのようなレールが引かれていくっていうのがありますので、目いっぱい11月仕事をする、もしくは役割を果たす、もしくはお仕事引退されましたとか、今は仕事一時的にお休みしていますという方もですね、自分のこの環境、生きてる環境を目いっぱい楽しむ、自分自身を生き切るっていうことをしていただくと、今見えてなくても新しい扉が見えてきます。そこからなんか次つながってくるっていうのがあるので、それが一番のポイントですね。11月は社会を楽しむ、仕事を楽しむ、目いっぱい自分を生き切るということです。そして、11月22日以降、また違う人とも関わってみようかなとか、新しい仲間が出てきたなっていう雰囲気がどんどん変わってくるんですけど、11月24日以降もですね、仲間と協力し合うという、ちょっと新しいコミュニティに入ってみるとか、ちょっと違う部署の誰々さんと関わってみるとかっていう、そういう違うねつながりができてくると思います。そして12月ですが、12月は仲間と協力したり新しい人と関わりながら自分らしさを探していく1ヶ月になりそうです。これはですね、もともと水亀座の皆さんが持っているオリジナリティというか、自分らしい生き方っていうものが、11月からもすでにね、目いっぱい自分で生きるっていうのがあるんですけど、この目いっぱい自分で生きた先に、こんな扉があったのっていう扉が見えてくるっていうのが12月の流れでして、これはもしかしたらやりきったからこそできてくる、見えてくる次の扉なのか、またはそこで関わる人たちから見せてもらえる新しい世界なのか、少しねひねりが出てきますね。そして一番私が思うのは、いつだって私たち意識が変われば、気づきが起こればいつでも人生で変えていけるんですけれども、このなんか10月11月12月の流れを見ていると、12月っていうのは本当に自由に未来を描いていけるなっていう感じがするんです。ですでにね、もういろいろ変化ありましたっていう方も多いと思うんですが、まだまだ来年も変化が来ますので、その来年の変化に備えて自分らしさを取り戻し、発想豊かなね、自由な感覚っていうのを体感で感じて、じゃあどんな未来にしていこうかなっていうことを想像していくわけですね。ですから未来を作っていく力が強い1ヶ月とも言えるんです。でこれは何か、例えば自分がどんな技術を持ってるかとか、もうすでにこの鉄板の資格があるから大丈夫だから、そういうことではなくて、意識的に未来を見ていきやすい時期であり、意識的にエネルギー的にも未来につながっていく、新しい方向に進んでいくよっていう流れが強くなる時なんですね。もし何もね、明るい希望が持てないとか、全然未来に対しての希望が持てないという方は、ぜひいろんな人の話を聞くようにしてみてください。
こうもちろん世の中いろんな人がいるから合わない人もいるとは思うんですが、この人はこんな風に自分で気づきを得てこんな風に変わっていったんだ、この人はこうなんだってさまざまな生き方があり、それを見て私は私でいいんだっていう風に思えるような気づきが起こるんじゃないかなと思います。詳しくはですね、また来年大きなね転機が来るということで、詳しい星の動きはカペラノートの2024年版にたっぷり書いてありますので、よろしければ概要欄から予約受付しています。ご覧ください。カペラノートは1ヶ月ずつのね星の動きと細かい今日がこの日いい日ですね、いい日ですねっていうこととか、来年の水亀座さんこうですよっていうテーマが書いてあります。参考にしていただけると嬉しいです。ただちょっとまとめますとですね、感覚的に私の今の体感から言うと、この3ヶ月っていうのはやはりどっしりした、今いる場所できちんと、世界を完結させていくっていう感じがするんですね。もちろん転職されるとかそれは全然構わないんですが、やりきらずして次に行けないみたいな感じがあり、今年の後半から始まってるテーマ、何を肥やしていきますか、土台を作っていきますかっていうのは来年の前半までありますので、まだその渦中なんですけれども、今ある土台の中で自分ができる目いっぱいの世界を生ききるっていうのがもうこの3ヶ月のテーマだなと思ったんです。その中でもその10月っていうのは自分の専門性とか何を盾にしてやっていくのかを選んだり、11月っていうのは社会性、社会を挑んでいく、自分で目いっぱい挑んでいくとまた次の新しい扉が見えてくるかもな12月にという形なので、十分生ききれる、やりきれる3ヶ月だと思いました。星で見る限りちょっとこの星の動きを踏まえてタロットでも見させてください。やったーみたいな感じで、もう宝箱からパカーン開いて喜びが